が2004年の米軍による総攻撃の犠牲者が眠る集団墓地。米軍がファルージャを完全に包囲したオールアタック総攻撃っていうのが行われたんですね。2004年のファルージャの戦闘の時にですね、アメリカ軍によって殺害された方々のお墓がこの辺りにあるそうです。身元がわからないまま、身元がわからない遺体が多いってことは、それだけ損壊が激しかったってことですかね。そういうことですね。焦げていたりとか、この辺に小さいお墓が集まってますけれども、どうやら全部子供のお墓みたいですね。How did you spend your time during the Battle of Fallujah? He spent the whole battle here inside the Fallujah, and during the siege at that time, and there is no basic supplement. He said that I stayed for 3 days without food. At that time, he remembered that he eat some animal fat. イラク西部に位置するファルージャ。かつてアメリカ軍と地元の武装勢力、さらにはイスラム過激派との間で激しい戦闘が繰り広げられた町です。そんなファルージャに2003年のイラク戦争の頃から関わり続けている日本人がいます。人道支援に携わってきた高藤直子さんです。今回は高藤さんに同行し、かつてこの町で何が起きていたのか、そして今現地の人々がどのような暮らしをしているのかを詳しく見ていきたいと思います。女の人にカメラを向けない方がいいです。わかりました。今いるファルージャはですね、昨日までいたラマディと比べてもさらに保守的な地域みたいです。首都のバグダッドよりもラマディよりもファルージャ、イスラム教のより敬虔な人たちが多いのかな、その保守的な地域になっていくので、外をね出歩いている女性の数が非常に少ないですね。今ねお昼の12時ぐらいで、非常に暑い時間帯なんで、そもそも出歩いている人が少ないっていうのもあるんですけれども、ただね女性は基本的に専業主婦みたいなので、そもそも女性がね外に出歩かないらしいです。で出歩いている女性もちらほらいるんですけれども、ニカーブというですね、目以外の肌を全部隠すっていう一番保守的な格好をしてですね出歩いている女性が多いです。それだけイスラム教の教えが浸透しているというか、より保守的な地域なのがこのファルージャという場所みたいです。すごい野菜がたくさん売ってますね。思い出した。ここが2004年の米軍による総攻撃の犠牲者が眠る集団墓地、シャヒード。2004年。シャヒードが殉教者ですね。はい。っていう意味です。2004年。All of them new, 2014 or 7. It was football stadium. It's named as Samud Club. Unknown. アンノーンなんだ。Yes. 身元がわからないまま2017年の車爆弾で亡くなった人たちの名前なしで。車爆弾っていうのはイスラム国によるそうですね。自爆テロみたいな感じですかね。じゃあもうやっぱりそのイラク戦争以降のいろんな出来事の中で命を落とした方たちが眠っている集団墓地っていう感じですね。ここはもともとサッカー場だったけれども、2004年の総攻撃の時の犠牲者がまずそこに埋葬され、そこからどんどんいろんな形で犠牲者が増え、2017年とかが一番新しいんじゃないですか。だからその以降はもう治安がかなり安定してきているので、そういう殉教者としてのお墓はもうあまり増えてない感じだと思いますね。During ISIS time。IS に占拠された時の殉教者の方々。IS のテロとか自爆テロとか。そうですね。Okay, he killed during Fallujah battle, 24 of October 2004. この辺も2004年の。This is the same day, 24 of October 2004. この辺りにあるお墓はですね、2004年のファルージャの戦闘の時にですね、アメリカ軍によって殺害された方々のお墓がこの辺りにあるそうです。10月28日、結構大きな戦闘があったってことですね。巻き添えになった人たちですね。第2次ファルージャの戦闘ってやつですかね。First one.The first one was April. From April to 2 months or more. I think it's
almost closer to the second battle. The second battle started in November. もう何度もやっぱ戦闘があったっていうことですよね。この4月と11月以外にもいや毎日毎日米軍と地元の武装勢力の間、あの辺2004年の6月とかでしょ。本当にいろんな月に亡くなった方々がいるんですね。準拠した場所、そのファルージャバトルで亡くなりましたジョラン地区ですとか何々地区ですとか書かれてたり、This guy was killed 25th of July 2004. ね、7月に亡くなった方のお墓、本当にとにかく米軍が占領していた時代に米軍と地元の、ね、武装勢力との間で何度も戦闘が起きていたので、その頃に亡くなった方々がたくさんいらっしゃるということですね。この辺に小さいお墓が集まってますけれども、この辺りはどうやら全部子供のお墓みたいですね。ファルージャの戦いの時に巻き込まれて亡くなった子供のお墓がたくさん集中しています。ここの集団墓地はファルージャの戦いという、戦闘で亡くなった方々の集団墓地っていうふうに聞きましたけれども、ファルージャの戦いっていうのはどういった戦いだったんですか2004年の4月と11月、4月が1回目、2回目が11月、米軍がファルージャを完全に包囲したオールアタック総攻撃っていうのが行われたんですね。これはそのメディアの中ではイラク戦争と同じですね。期間としては4月から5月1日まで、それから11月から12月までっていう風になっていて、その2ヶ月間、約2ヶ月間を街を包囲して攻撃したっていうのが1回目、2回目なんですね。だけれどもこの、例えばその4月5月が包囲されていた、包囲が解かれた後もバトル、イスラム武装勢力とか、それからレジスタンスですね、地元のレジスタンスとの戦闘っていうのはずっと続いてるわけなんですね。で、今見てきた通り2004年だけでも、例えばここなんかもう10月に亡くなった方々がわーってこういたりするんですよね。で、向こうの方にも2004年の10月にバーって亡くなってる方々のお名前がありました。ということは、その総攻撃というふうに認識されている以外のところでもたくさんの人たちが殉教している、亡くなっているっていうことだと思います。それからここら辺も実は無名の墓地なんですね。見てわかる通りものすごくこう小さいです。で、これはもう子供たちだけど身元がわからないまま埋葬されている。例えばあそこにブロックにちょっと白いので書いてある、あれなんかは485って左上に番号が振られていて、でそこ下にはお骨だけって書いてあるんですね。でそれお子さん、子供っていう、そういう感じの墓地です。身元がわからない遺体が多いってことは、それだけこう損壊が激しかったってことですかね。そういうことですね。で、焦げていたりとか、さっき言ってた墓地でもう合わせるとものすごい面積なんですけど、最初の頃はあっちの墓地に埋葬されていた総攻撃の殉教者の人たちもいますけれども、もうすぐにいっぱいになってしまって、ここはもともとサッカースタジアム、ここを拡大して墓地にしたっていうところです。そもそもそのファルージャの戦い、最も激しかったのがその4月から始まったっていうふうにありましたけれども、米軍はなんでそのファルージャに総攻撃を仕掛けたんですか。まず報道でアメリカの民間人が殺害された3人、焼死体が橋に吊るされたっていう報道が出ました。でこれはもちろん世界も震撼させたニュースなんですけれども、これの報復だということで米軍は総攻撃を2004年4月にやるんですね。で、民間人というふうに日本語でも当時報道されましたけど、民間人って聞くとなんかこう丸腰の非武装の一般人みたいな感じを受けるかと思うんですけれども、実際は民間傭兵会社、民間セキュリティ会社の人たちで、兵服は着てるんだけれども持ってるのは武器、やってる仕事は米軍と同じなんですね。最初の頃ファルージャの人たち、アンバールの人たちもあの人たちは誰なんだっていうふうに私も思いましたし、戦争の民営化っていうのは私もその時初めてイラク戦争で最初はびっくりしましたけれど、もっとびっくりしたのは彼らで捕まえられた時に、例えばその拷問された人たちにインタビューしていくと、米軍に拷問された人とノーマルの兵服の人たちに拷問された人たちがいるんですよ。で同じことをやってる人々にとってはどちらも恐ろしい存在なわけなんですよね。でこれが報道に載った時に民間人が殺された、ファルージャはテロの巣窟だ、あそこを掃討しなければならない、アメリカの世論なんかは特に民間人を殺すなんて、どんなモンスターがファルージャには住んでるんだ、
みたいな話になっていったんですね。でも実際にここに来てみると、私の当時の大きな疑問は、どこにテロリストがいて誰がテロリストなんだろうっていうのがずっとわからなかったです。出てくる話が全部コーランを叩きつけられたとか、破かれたとか、引きずられたとか、壊されたとか、嫌がらせされたとか、撃たれたとか、殺されたとか、そんな話ばっかりだったので、最初のうち本当に武装した人に会うことが全くなかったんですよね。それがだんだん反米感情がどんどん強まっていって、人々は最終手段として遺族の中から武器を取る人が出てきた。これがイラクの中でのレジスタンスの最初の始まりですね。でもそういった人たちを、アメリカの政府とか一部の報道機関とかっていうのはテロリストっていう言葉だけでラベリングしていたってこともあるってことですよね。そうですね、テロリストとされる、そうですね、すごいそこが本当になんていうのかな、当時も本当にもどかしかったとか過激派とかそれからテロの巣窟とかスンニトライアングルとか、もう当時スンニトライアングルって言ったらもう完全にそこに入ったらもうテロリストにもう食われちゃうみたいな、そういうイメージっていうのがやっぱついていて、バグダッドの人でさえ怖がるようになってしまって、で私もファルージャに毎週のように医薬品持って入ってたんですけど、それこそその帰りにね、前にも言ったかもしれないけど、米軍に捕まって腹ばいにさせられたり怒鳴られたりいろいろあったんですけど、脅かされたり、そういうのがあったから、バグダッドの人でさえファルージャみたいな、大丈夫なのみたいな、あの人たち本当に大丈夫だったみたいな、そんなとこ行って怖くないのとか、そういうことを言われましたね。でもどっちかっていうと、ファルージャを歩いてる時にファルージャの人たちは米軍から銃向けられたりするので、米軍に遭遇しないようにセキュリティを守ってくれてるっていうのが結構目的だった。でもそれだけ地元の人たちがもう最終手段として武器を持って戦おうっていうふうに思うぐらい、アメリカ兵っていうのは現地の人たちを追い詰めていったというか、その現地の人たちの大切にしているものを踏みにじっていったっていう、それでやっぱり憎しみが積み重なった結果として、そういう過激派っていうものが生まれてきたっていうことですよね。そうですね。なかなかそういうところってニュースを見てるだけだとわからないですよね。そうですね。あとはそういう嫌がらせをする他にも、これは米兵にアメリカでインタビューをいろいろ重ねていった時に分かってきたのが、わざとではなかったんだけれども、止まれっていうサインを理解してもらえなかった。イラク人に車に止まってほしかったけど、このグーの意味がイラク人は分からなかったってことを後で僕は知ったんだみたいな。これは軍事サインですよね。止まれみたいな。でそれをイラクの人たちに止まれってこれで言ったって分からないじゃないですか。アラビア語もね、米兵は話せなかったですよね。でイラクの人たちは英語は分からなかったし、であとこういう風にやった時にイラクの人たちはどうもみたいな、アサラムアライクンの挨拶ですもんね、これはみたいな感じで、そこで本当にコミュニケーションができていない状態で徐行しながら検問所に米兵に近づいたところで、米兵は恐怖に駆られて銃を乱射してしまった。でそこで確認に行ったら車内には家族がいたみたいな、そういうこととかが連続起きるわけですよね。あちこちで起きる。そうすると人々は米軍は何のためにここにいるんだっていうことになるわけですよね。例えば私も一回こういうことがありましたけど、ヨルダンイラク国境で私がヨルダンに出る時直前なんですけど、イラクのタクシーがバーって並んでいて車列になっていて、そこで米兵がもうすごい怒り立ってるんですよ。で怒鳴ってるんだけれども、イラクのタクシードライバーたちは英語がわからないんですよ。それでなんか見てたら下がれ下がれと言ってるということが分かったので、声をかけて Excuse me Mr. って言って、でノルジャノルジャって言ったんですよ。でノルジャってそのアラビア語のイラク方言で後ろ下がってっていう。でそしたらあーって言ってドライバーたちが車に乗って下がったっていうことがあったんですね。でもその直前にもう米兵の人がもうこの銃のこの重傷のところでもこの言うこと聞かないって言って車体を叩いたりとかしたんですよね。でそれでもし誰かがわーって怒り始めたりして口論になったりして、一人の米兵に対して丸腰ではあるけれどもイラク人がなんだっていう風になったら、もしかしたら銃を撃ってたかもしれないですよね、米兵がね。本当ですね。高藤さんがその場にいなかったら下手したら数十人一気に亡くなっていったって可能性もありますもんね。本当お話を聞いていると壮絶な現場だったんだなってことが分かります。さっきね、高藤さんが教えてくれた通り、このファルージャの戦いというのはきっかけになったのがアメリカの民間軍事会社、いわゆる PMC プライベートミリタリーカンパニーですねの、社員3人が亡くなったこと、殺害をされたことがきっかけだったけれども、それが、日本をはじめとした報道ではアメリカの民間人3人が亡くなったと。でも実際にはその PMC の社員がやっていたこともアメリカの兵士がやっていたこともほとんど変わりがなかったにもかかわらず、報道されるときは民間人というふうに報道されると、やっぱり私たちのイメ
メージって丸腰で無実の市民がなんか野蛮なイラクの人たちに殺されたみたいなイメージをこう持っちゃうじゃないですか。だからやっぱり戦争の時ってやっぱそういうねこう情報操作みたいなことがやっぱりこう簡単に行われると思うんですよね。私たちが報道で聞いている民間人っていう単語一つ、もうその単語一つで我々がその戦争とかに対して抱くイメージって大きく変わってしまうので、特に戦時下っていうのはね、原監督の YouTube でも何度も取り上げてきましたけれども、情報操作とか認知戦とかもそういうことが行われるからこそ、少なくとも外にいる我々っていうのは冷静にこう情報を見極めるっていうこと、もしかしたらその裏に何かあるんじゃないかなっていうふうにこう考えること、そういったことをまさにこのイラク戦争中のこの報道のあり方とかを振り返るとすごく感じますね。こうやってね足元を見るとすごいよくわかると思うんですけど、もうちょっと気をつけないとお墓をこう踏んでしまうぐらい、それだけたくさんのお墓が密集してますね。でおそらくねここも同じお墓がこう何個も続いているので、もしかしたら本当にここってもともと多分通路だったと思うんですよね、この広さを考えると。でやっぱある日一気にこう戦闘によってイラクの方たちが亡くなったから、急遽もしかしたらここをこうお墓にしたんじゃないかなと。もうそれぐらいね本当にこう足の踏み場もないぐらい、本当に気をつけないとお墓踏んじゃうぐらい、通路もどんどんなくなってるぐらいたくさんの方たちが亡くなったっていうことが分かります。So can you introduce him? This old man, he is responsible about the cemetery since 2005 till this moment. Since 2005. Yeah. So what do you do in this cemetery? حجي عادة شو تسوي أنت هنا؟ أنا أجي الصبح أفتح البوب أترسل تانكيات وأشرب And after the war, 2005, for 20 years, he is responsible for our cemetery. So he has daily routine, like come here every morning, try to clean up some dirt, or collect some trashes from the cemetery and collect it in one place, and also fill out with the water. You know, the people when they bring dead body to bury them need some water. So he's responsible to do this daily routine. بالبيت عندي برقبة أيتام ابني راح انفقد صار له 10 سنين راح. He's responsible about 5 members of his family because the older son is disappeared, kidnapped since 10 years ago. So he cannot stay at home. He has to come every day here to take care about the cemetery. How did you spend your time during the Battle of Fallujah? أروح أجيب شيس والله يعني ما أدري بال أكلت He spent the whole battle here inside the Fallujah, and during the siege at that time, and there is no basic supplement for his family and for himself. He said that I stayed for 3 days without food. At that time, he remembered that he ate some animal fat and it was not cooked. He was worried about his family, and even that some food of the animals he ate it at that time because there is shortage of the food. How was the experience? How did you describe the experience? حجي شنو توصف ذيك الأيام؟ والله شو وصفها يعني متى وصف جهنم يعني موت محقق. إيه موت محقق. He cannot describe these days. It is like a hell at that time. You know, the war, the death at that time, and the shortage of the basic supplies. Again, he said that he didn't take care about himself. He was worried about his family. Japanese people will watch this video. Do you have any message to Japanese people or to the world? الأستاذ هو صحفي ياباني وراح ينقل رسالة للشعب الياباني عن طريقك. شو تحب تقول لهم؟ والله شهب أقول لهم والله بس أنا أحب أقول لهم يساعدون غزة. أطفال جاي عوائل جاي بجملة يعني. Even that he is poor man. And that he has no income for his family. But the only request from Japanese people to help Gaza people in Palestine and try to push to stop the war against Gaza. That's only the message that he wants to address to the Japanese people. Okay.
Thank you so much. シュクラン。 شكرا حجي شكرا شكرا الله يعطيك العافيه ان شاء الله. 今ですねインタビューをさせていただいたおじいちゃんがぜひうちに来てお昼ご飯をご馳走したい、水を飲んでほしいっていう風に声をかけてくださいました。いや本当にこうねイラクの人たちが客人をもてなす姿勢というかホスピタリティすごいものがあるなという風に思いますね。ただねこのおじいさんも貧しいご家庭の方みたいなんで、ちょっとねその貧困層の方からご飯をさらにいただくっていうのはちょっとね申し訳ない気持ちもするので、はい、お気持ちだけありがたくいただきますというふうにお伝えして、次の取材先に向かおうと思います。あ、でもミネラルウォーターをThank you. هذا شو تقول جامدات هذا جامد. لا هذا مو جامد لا حجي نطيب جامد هذا جامد. لا لا كلش تافه. بالفريزر وهذاك めちゃくちゃ暑いんで凍ってるのがありがたいです。 وبراد ذاك ها وثلاجه all the water and supplements donation from the families or of the relatives. そうだじゃあ貴重なんじゃない Somebody bring him water and furniture and he has a room here. ايه هاي تعال تعال شوف ايه هاي شوفها عندي هذا ما شاء الله. ايه هاي شوف هاي الغريبه جابتها So are you living here alone? حجيお تتعايش じいさんここで一人で生活してるのか شو بدي تروح لهلك؟ المغرب اسد البوق برا ها he spend all the day here at night go home. な。OK. ايه هاي Yes. He is a guardian of this cemetery. سوي حياتك. الله يلعنك يلا شكرا. Thank you so much. شكرا. مع السلامة مع حجي. السلامه اشكرك Long life, long life, long life. تدعي لك بطولة العمر. الله يسلمك وطالع المساجين يقولها ابن المسجون And he wants to ask God to release the prisoners 10 سنين because spend his son spent 10 years 10 years. Okay, thank you so much. Long life. توصلون بالسلامه He asked also safe trip for you. بالسلامه Thank you, شكرا جزيلا. شكراً. شكرا جزيلا. الله يعافيك.イラクで一番美味しいという噂のケバブレストランがあると聞いたのでやってきました。シュクラン。わあすごいですね。これ見てください。これめちゃくちゃすごい量です。これはなんて言ったらドレミア。手で食べると。いやーこのねおじさんの手の大きさと比べてみて分かりますけどめちゃくちゃでかいですよ。2人でこの量を食べるみたいです。シュクランシュクラン。今お通しが出てきたんですけどお通しだけでとんでもない量ですね。ひよこ豆のフムスとかサラダとかあとはピクルス系かな、あとはヨーグルトソースとキュウリとか、とにかくもうお通しの量だけでお腹いっぱいになりそうなぐらいすごいです。これがザクロソースですよね。ザクロソースです。イラクのいろんなレストランである、これザクロからできてるザクロソースです。これね僕もこっちいる間に結構食べてるんですけど程よい酸味が効いて美味しいんですよね。これをサラダにこうやってかけて食べる感じです。ここのレストランがなんかイラクで一番有名なケバブ屋さんなんです。そうですね。ハジャクセインっていうはいケバブ屋さんではいめちゃめちゃでっかいんですよ。あーで大きさがはい大きさがすごいでかい。だからハジャクセインといえばでかいケバブねっていう。ファルージャのケバブね。なんかこのケバブ屋さんがイラク戦争中空爆されたみたいな話を聞いたんですけど、ハジャフセインは何度も米軍に空爆されていて、その度にオーナーが立て直しして今に至るっていう、多分1回2回じゃないんですよ。何回空爆されても立ち直る。より大きくしてみたいな感じで、レジリエンスなんてもんじゃないです。我々からしたら想像を絶するような強さ、彼の抵抗の仕方なんでしょうね。どんなに空爆したって我々のハジャフセインは潰れないみたいな。その時の米軍の理由がなぜそのレストランを空爆したんだって言われた時のあれがアルカイダがミーティングしてたの。それは本当
なんでじゃあ見ての通りこれだけでかいレストランでそうです家族連れもワンワンしてる状態なので、仮にですけど、仮にアルカイダがミーティングというかケバブ食べてたとして、これだけの人数のお客さんがいる中で、それだけの理由で緊迫しちゃいけないし、民間人を狙っちゃいけないわけですから、臭い方でも決められてますよね。理由にはならないですね。ケバブが到着しました。この上に乗っているこのホブスというパンもめちゃくちゃでかいし、これをめくるとアダサイこれをめくると、よいしょ、あれ、これか。おー、すごい長いですね。ケバブが1本まるっと入ってます。それからグリルドオニオンとグリルドトマトか。もうね、ケバブとかの食レポやってきたんで、今回は割愛しますけども、この後もね、まだまだ取材がありますんで、がっつりお昼ご飯食べて引き続き頑張ろうと思います。かつて激戦地となり、多くの民間人が犠牲になったファルージャ。次回の動画でも引き続き高藤さんのお話を伺いながら、この街が歩んできた戦争の歴史と今そこにある人々の暮らしを見つめていきます。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひこれを機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。海外で活躍する日本人や大手のメディアでは知れない世界の実情をもっと知りたいという方、ハラカンタの YouTube 活動を応援していただけないでしょうか。ハラカンタの海外取材は、ハラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様のご支援によって成り立っています。もしハラカンタの活動を支えてくださる方がいらっしゃいましたら、ご無理のない範囲で構いません。マンスリーサポーターになっていただけないでしょうか。一口1000円からご加入いただけます。少しでも興味のある方、概要欄のリンクからサポーターズクラブのホームページをご覧ください。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。